ここに一隻の空母の写真がある。 AI で色を入れてみる。日本海軍の正規空母翔鶴、1904-12年5月。この翔鶴は姉妹艦の随鶴と共に珊瑚海に向かっていた。ここで世界の海戦史を変える戦いが起きようとしていた。史上初めて空母機動部隊同士が正面からぶつかった海戦。両艦隊は互いの艦を一度も視界に入れなかった。すべての攻撃は艦載機だけで行われた。この海戦で日本は軽空母商砲を失い、翔鶴は大破する。一方、米海軍は正規空母歴神トンを失った。戦術的には日本の勝利。しかしその代償は1ヶ月のミッドウェーで支払われることになる。白黒写真のカラー化にあたり協力いただいた東京の画像加工業者リタッチインクさんの復元方法では、従来手法のように白黒の上に色を塗るのではなく、 AI が写真そのものを補正し、当時カラーカメラで撮ったらこう写っていたかもしれない姿に近づける。これはおそらく従来の方法よりもずっと肉眼で見た光景に近い復元方法だ。興味のある方はリタッチインクレタッチ会社と Google で検索してみてほしい。ここに南太平洋の港町の写真がある。 AI で色を入れてみる。ヤシの木が揺れる海岸線。背後には山が迫り、小さな桟橋が湾に突き出ている。ポートモレスビー、ニューギニア島の南東岸にあるこの小さな港町が全ての始まりだった。1942年、日本軍はこの港の攻略を計画した。 MO 作戦。正式名称はモゴー作戦。ポートモレスビーを海路から攻略し、米豪連絡路を遮断するための作戦だ。ニューギニア島は中央部を東西に山脈が走っている。北岸から山脈を越えて陸路で攻めるのは困難だった。だから海路から奇襲する。同時にソロモン諸島のつらぎ島を占領し、水上機基地を設置する。その水上機の暗号のもと、攻略船団を南下させる計画だった。この作戦が成功すれば、オーストラリアとアメリカの連絡路を立てる。日本軍にとって南方戦線の要となる計画だった。しかし連合軍は日本海軍の暗号を解読していた。 MO 作戦の計画は事前に筒抜けになっていたのだ。ここに一人の海軍中将の写真がある。この写真に AI で色をつけてみる。井上重義、第4艦隊司令長官としてMO 作戦全体を指揮した人物だ。開戦前の1941年9月、井上はすでにこう主張していた。ラバウル攻略後は、さらに前方の用地を攻略すべし。と、1942年1月、井上の第4艦隊は、ラバウルとカビエンを占領した。航空基地化を進め、さらに南方への進出を目指した。ポートモレスビー攻略は、井上の悲願だった。しかし、この作戦には問題が山積していた。指揮系統が複雑だった。ラバウル方面の第215航空戦隊は井上の指揮下ではなかった。第11航空艦隊の機下にあったのだ。つまり航空支援を得るにも別の指揮系統を通さなければならない。各部隊の打ち合わせも不十分だった。戦闘手法でさえ日本軍の戦力分散と作戦の複雑さが苦戦の一因と指摘している。MO 攻略部隊も MO 機動部隊もいわば間に合わせの部隊だった。事前の訓練もほとんど行われていなかったのだ。ここに一隻の軽空母の写真がある。 AI で当時の色を再現してみる。軽空母翔砲。もともと潜水母艦として建造され空母に改装された艦だ。 MO 攻略部隊の護衛として11隻の輸送船団を守る任務を負っていた。搭載機は0戦9機、96式艦船4機、97式艦砲6機、合計わずか19機。3月のラエサラモア攻略の際、米軍機動部隊の反撃を受けた。艦船4隻が沈没し、130名が戦死していた。この経験から陸軍の堀井富太郎少将は有力な空母の増派を求めた。軽空母1隻では米軍機動部隊が出現した場合に対処できないと判断したのだ。作戦会議では
商法の飛行長、杉山リーチ中尉が公然と反対したほどだった。だが日本軍は、米空母レキシントンをすでに撃沈したか修理中と推定していた。珊瑚海に出てくる米空母は、せいぜいサラトガ一隻だったと考えていた。この見積もりは大きな誤りだった。実際には、レキシントンもヨークタウンも健在で、珊瑚海に向かっていた。ここに MO 機動部隊の指揮官の写真がある。 AI で色を入れてみる。高木武雄中将、第5戦隊司令官として10巡洋艦妙高と羽黒を率いていた。 MO 機動部隊全体の指揮を取ったのはこの高木中将だ。高木の下で航空戦力の運用を担当したのが第5航空戦隊司令官の原忠一少将だった。高木と原は同リットル空襲後に米空母機動部隊を追跡したが捕捉できなかった。その追跡から戻ったばかりの艦隊がそのまま南方に回されたのだ。4月25日、トラック島に到着。そこから1週間も経たないうちに珊瑚海に向けて出撃する。十分な休養も打ち合わせの時間もなかった。ここにもう一人の指揮官の写真がある。この写真にも AI で色をつけてみる原忠一少将、第5航空戦隊司令官として昇格と随格の航空作戦を直接指揮した。五光線はセイロン沖海戦を終えたばかりだった。インド洋では英国艦隊を相手に実戦を経験している。しかし一光線や二光線に比べればまだ経験は浅い。1941年9月に編成されたばかりの最も若い航空戦隊だった。しかも MO 作戦には時間制限がつけられていた。5月10日までに終わらせなければならない。その後にはミッドウェー作戦が控えていたからだ。米空母を撃滅し、ポートモレスビーを攻略する。さらにミッドウェーに転身する。途方もないスケジュールが現には課せられていた。井上第4艦隊司令長官は当初もっと過酷な命令を出していた。 MO 機動部隊は敵艦隊攻撃だけでなくオーストラリア北部の航空基地も撃滅せよと。制海権のない珊瑚海に10日もとどまり、あらゆる任務に投入されることを意味していた。連合艦隊司令部がこの命令を取り消し、井上は訂正した。敵が出現した場合にのみ撃滅せよ。ここに航行中の空母随格の写真がある。この写真にも AI で色をつけてみる。波を切って進む巨大な艦隊。昇格と随格は昇格型航空母艦の1番艦と2番艦だ。排水量はおよそ25,000トン。全長257メートル。速力34ノット。日本海軍で最も新しい正規空母だった。五光線の航空戦力は空母1隻につき54機、ゼロ戦18機、99式艦爆18機、97式艦砲18機、2隻合わせて100機を超える航空戦力が珊瑚海に向かっていた。真珠湾攻撃にも参加したこの2隻の空母。しかし珊瑚海で待ち受けていたのはこれまでとは全く違う戦いだった。ここに一人の搭乗員が機体の前に立つ写真がある。 AI で色を入れてみる。飛行服にゴーグル。機体の尾翼には部隊番号が記されている。高橋角一少佐、昇格の飛行隊長だ。五光線の攻撃隊全体を指揮する空のリーダーだった。昇格の艦爆隊を直接率い、爆撃の先頭に立つ男でもある。江田島の海軍兵学校を卒業し、飛行訓練を修了した。大東亜戦争の応戦から各地を転戦してきた。この海戦で高橋は2つの出撃を経験することになる。5月7日夜の白母攻撃と5月8日の本戦、どちらも彼の指揮の下で行われた。ここに飛行甲板の上で腕を組む一人の男の写真がある。この写真にも AI で色をつけてみる。自信に満ちた表情。背後には
空母の飛行甲板が広がっている。島崎重和少佐、随覚の飛行隊長だ。島崎と翔鶴の高橋角一は同期だった。共に江田島を1935年に卒業し、1938年に飛行訓練を修了している。開戦前の中国戦線ですでに実戦を経験し、真珠湾攻撃にも参加した。互いをよく知る二人がそれぞれの空母から攻撃隊を率いる。島崎はこの後ミッドウェー海戦でも攻撃隊を指揮する。だが珊瑚海で失う搭乗員たちの穴は二度と埋まらなかった。ここにもう一人の搭乗員の写真がある。 AI で色を入れてみる。エマ・タモツ中尉、随覚の艦爆隊長だ。島崎少佐の下で救急式艦爆の部隊を率いた。エマもまた1938年に江田島を卒業した若い士官だった。まだ経験は浅いが急速に力をつけていった。この海戦でエマは2日間にわたる過酷な出撃を経験する。5月7日の白母攻撃、7時間以上の飛行の末、疲労困憊で帰還した。着艦時には機体が破損したものもあった。そして翌5月8日の本戦にも再び出撃する。珊瑚海海戦を通じて最も過酷な戦いを強いられた搭乗員の一人だった。5月1日、MO 機動部隊はトラック諸島を出港した。当初 MO 作戦に参加するのは空母加賀の予定だった。しかし現地指揮官から空母造成の要求があり、第5航空戦隊に差し替えられた。5航船が選ばれた理由の一つは実戦経験を積ませることだった。だが出撃前からつまずきが始まった。高木中将は翔鶴と随覚にラバウルの対南航空隊へゼロ戦9機を輸送するよう命じた。5月2日、ラバウルに向けてゼロ戦を発進させたが天候が悪すぎて中止。翌日も再挑戦したがまた失敗。翔鶴のゼロ戦1機が不時着水で失われた。このゼロ戦輸送の寄り道が MO 機動部隊の行動を大きく遅らせた。5月4日にフレッチャーがツラニを空襲した時、5航船は支援に駆けつけられなかった。ラバウルへの寄り道で時間を浪費していたのだ。間に合わせの部隊による間に合わせの作戦、そのほころびはもう始まっていた。ここにつらぎ島に設営された日本軍の拠点の写真がある。 AI で80年前の風景を蘇らせてみる。ヤシの木に囲まれた小さな島の基地。1942年5月3日、MO 作戦の第一段階が始まった。第10苦戦隊司令官島清秀少将の部隊がつらぎ島に上陸した。旗艦は不設艦沖島、軽空母商砲の艦上機と上川丸の水上機が上空を支援した。連合軍はほとんど撤退しており、小競り合いが起きた程度で占領に成功した。水上機基地の設営が直ちに開始された。夕方までには基地設営が完了した。MO 作戦の第一段階は順調に終わった。双方は航空機を収容し、第6戦隊と共に次の任務に向かった。しかし翌日、アメリカは動いた。ここにつらぎ上空から撮影された写真がある。この写真に AI で色を入れてみる。5月4日、朝フレッチャー少将は艦隊を北上させた。日本海軍のつらぎ上陸を察知したのだ。ヨークタウンからつらぎに向けて攻撃隊が発進した。この日、ヨークタウンからは4波にわたる攻撃が行われた。米軍のパイロットたちは対戦果を報告した。軽巡洋艦1隻、駆逐艦2隻、輸送船数隻を撃沈したと。だが実際の戦果はそれほどではなかった。奇襲に成功した割には損害は限定的だったのだ。第4艦隊司令部は MO 機動部隊に、成し得れば先につらぎの援護機を出すべしと催促した。しかし5航船はラバウルへのゼロ戦輸送で時間を浪費していた。南方に向かうヨークタウンを捕捉することは不可能だった。連合艦隊司令部はミッドウェー作戦の検討で多忙だった。作戦計画を再検討する余裕はどこにもなかった。日本軍は5月4日に
MO 攻略部隊をラバウルから出撃させた。計画はそのまま進められた。ここに空襲を受ける輸送船の写真がある。AI で色をつけてみる。つらぎ空襲では港に停泊中の艦船が次々と攻撃を受けた。ヨークタウンのパイロットたちは繰り返し攻撃を仕掛けた。だが彼らの報告は大幅に誇張されていた。これは戦争の常だった。高速で攻撃を行うパイロットが正確に戦果を確認するのは困難なのだ。ここに沈没した駆逐艦の写真がある。この写真にも AI で色を入れてみる。砂浜に打ち上げられた艦隊、駆逐艦、菊月、つらぎ空襲で撃沈された日本艦の中で最も大きな損失だった。他に掃海艇3隻が沈没した。不設艦、沖千間も資金弾と機銃掃射で走破した。駆逐艦夕月では艦長が戦死している。上川丸の零式観測機もアメリカ軍に撃破され2機を失った。つらぎの日本軍は空母の支援なしに空襲に耐えなければならなかった。MO 機動部隊がラバウルへの寄り道をしていなければこの損害は防げたかもしれない。ここに大型の飛行艇の写真がある。 AI で色を入れてみる。97式飛行艇、横浜海軍航空隊がつらぎに進出させた偵察機だ。航続距離が極めて長く広大な太平洋の索敵に欠かせない存在だった。5月5日、1機の飛行艇がヨークタウンの戦闘機に撃墜された。しかし翌5月6日、別の飛行艇がついに米空母を発見した。山口飛総長が操縦するこの機体は約4時間にわたって食説を続けた。空母1、戦艦1、従順1、駆逐艦5、その戦力と位置、進行方向を打電した。ラバウルの基地航空隊は翌朝の出撃準備を命じた。だが MO 機動部隊の現少将はこの報告を受けても慎重だった。この日、現の空母は米艦隊まで70本、飛行時間わずか20分の距離に接近していた。しかし現は北西に反転した。先制攻撃のチャンスを自ら手放したのだ。現は後年、非発見を避けたかったと回想している。だが米海軍大学校の研究は別の見方をしている。現は自らの安全を優先し、索敵に艦砲を投入して攻撃兵力が減ることを嫌がったと。いずれにしてもこの判断が5月7日以降の展開を大きく変えることになった。ここに港を出る一隻の巨大な空母の写真がある。 AI で色を入れてみる。空母レキシントン、1941年10月サンディエゴを出港する姿だ。排水量およそ3万6000トン。もともと巡洋戦艦として設計されたが、軍縮条約で空母に改装された。巨大な船体にレディレックスの愛称が付けられた。1920年代から米海軍の空母航空の発展を支えてきた歴史ある艦だ。開戦後はラバウル方面への機動空襲やラエサラモアへの攻撃に参加している。つまり日本軍はこの空母の恐ろしさをすでに味わっていた。3月のラエサラモア攻撃で日本軍は4隻を沈められ130名を失った。その時の攻撃隊を送り出したのがこのレキシントンだった。そのレキシントンが再び珊瑚海に現れようとしていた。ここにもう一隻のゴメ空母の写真がある。この写真にも AI で色をつけてみる。空母ヨークタウン、排水量およそ1万9000トン。フレッチャー少将の旗艦だ。ヨークタウンは1942年2月以降南太平洋に展開していた。マーシャル諸島への機動空襲にも参加した経験豊かな艦だ。レキシントンとヨークタウン、この2隻が珊瑚海で日本軍を待ち構えていた。5月7日の時点でレキシントン航空隊は69機、ヨークタウン航空隊は65機、合計134機の航空戦力が
米空母2隻の甲板に並んでいた。ここに米海軍の指揮官の写真がある。 AI で色を入れてみる。フランク・J・フレッチャー少将、空母ヨークタウンを旗艦とする第17任務部隊の指揮官だ。連合軍は日本海軍の暗号を解読し、 MO 作戦の計画を察知していた。軽空母1隻と大型空母2隻を含む日本軍が珊瑚海に進出することを知っていた。フレッチャーはその迎撃を命じられた。同リットル空襲を敢行したハルゼー提督の第16任務部隊も出動が検討された。空母ホーネットとエンタープライズを旗艦とする強力な部隊だ。だが第16任務部隊は間に合わなかった。珊瑚海で日本軍を迎え撃つのはフレッチャーの2隻だけとなった。ここにもう一人の米軍指揮官の写真がある。この写真にも AI で色をつけてみる。オーブリー・フィッチ少将、空母レキシントンを旗艦とする第11任務部隊の指揮官だ。5月5日、フレッチャーとフィッチの両部隊は合流した。輸送艦ネオショーから補給を受けながら北西に向けて航行を開始した。米空母2隻が一つの艦隊として行動を開始した。その最中、米陸軍機から日本軍機動部隊出現の情報が入った。さらに日本軍の97式飛行艇にも発見されていた。フレッチャーは日没の北西に点火した。敵の目を欺くためだった。ここに編隊を組んで飛ぶ急行火爆撃機の写真がある。 AI で色を入れてみる。青灰色の機体が太平洋の空を整然と飛んでいく。 SBD ドントレス、ダグラス社が開発した米海軍の主力急行火爆撃機だ。二人乗りで後部座席には機銃手が座る。500キロ爆弾を抱えて急降下し、敵艦の甲板に叩きつける。この機体が珊瑚海海戦の運命を左右することになる。商法を撃沈し、昇格を大破させた爆弾の多くはこのドーントレスが投下したものだった。5月7日、いよいよ珊瑚海海戦の最初の大きな戦闘が始まる。ここに攻撃を受ける軽空母商法の写真がある。 AI で色をつけてみる。5月7日午前、これが世界初の空母決戦の始まりだった。この日、フレッチャーは全力攻撃を決意した。ヨークタウンの SBD 索敵機が日本軍の空母を発見したのだ。実はこの報告にも誤りがあった。 SBD パイロットは空母2隻と従順4隻と報告した。フレッチャーとフィッチはついに5光線の昇格と髄核を見つけたと確信した。レキシントンとヨークタウンから合計93機の攻撃隊が発進した。だが攻撃隊が到達した先にいたのは5光線ではなかった。商法だった。軽空母1隻に対して93機の集中攻撃。商法の上空にいたゼロ戦はわずか3機。飛行長の野富健次郎中尉が急遽追加のゼロ戦3機を発艦させたが、時すでに遅かった。ここに別の角度から撮影された商法の写真がある。この写真にも AI で色を入れてみる。黒煙が海面から空に向かって立ち上っている。午前11時7分、商法の艦長は急旋回を命じた。しかしレキシントン航空隊の攻撃は容赦なかった。 SBD の急行火爆撃と TBD の魚雷攻撃が同時に襲いかかった。魚雷は5本が命中した。船体に巨大な穴が開き、機関室と下室が浸水した。動力を失い、飛行甲板は炎に包まれた。ヨークタウン航空隊が到着した時、商法はすでに航行を停止していた。それでも爆弾は降り注いだ。日本側の資料では爆弾11発が命中したとされる。商法は珊瑚海に沈んだ。大東亜戦争において日本海軍が失った最初の空母となった。ここにヨークタウンの雷撃機から撮影された商法の最後の姿がある。 AI で色を入れてみる。
上空から見下ろすと、商法は煙に包まれ、もはや艦の形を保っていない。飛行甲板の全長にわたって炎が広がっている。レキシントン航空隊のハミルトン少佐は、この光景を後にこう記している。壮絶で圧倒的な破壊の光景だった。と。そしてこの報告を受けたレキシントンの索敵隊長、ディクソン少佐が打電した。スクラッチ1フラットトップ、空母一隻、撃沈。この一言が珊瑚海海戦で最も有名な言葉となった。しかし同じ時刻、日本側でも攻撃隊が飛んでいた。そしてその攻撃隊もまた標的を間違えていた。ここに炎上する一隻の艦船の写真がある。この写真にも AI で色をつけてみる。これは米海軍の給油艦ネオ礁だ。同じ5月7日朝、現少将は索敵機を発進させていた。午前7時22分、商核の艦港が報告した。空母一隻と巡洋艦一隻を発見。と、原は喜んだ。まさに期待していた位置に米空母がいた。高荷中将の了承を得て、直ちに攻撃隊を発進させた。総勢78機、ゼ戦18機、艦爆36機、艦砲24機。しかし、索敵機は間違えていた。空母と報告されたのは、この給油艦、ネオ礁と護衛の駆逐艦、シムスだった。フレッチャーが安全と思って分離した補給部隊だった。両提督ともに思い込みで判断を誤ったのだ。日本側は78機で給油艦を攻撃し、米側は93機で軽空母を攻撃した。お互いの主力空母を増した。ここに髄核の飛行甲板の写真がある。 AI で色を入れてみる。5月7日午後、原少将は焦っていた。商法が沈んだ。 MO 作戦全体が危うくなっていた。攻撃隊は給油艦を空母と間違えて攻撃してしまった。何もかもがうまくいかなかったこの日の午後。だが午後3時過ぎ、状況が一変した。水上偵察機から新たな報告が入ったのだ。米空母が進路を変えて東へ向かっているという。原のスタッフは海図を広げて計算した。もし敵がこのまま東に進めば、午後6時半には攻撃圏内に入る。しかし日没は迫っていた。攻撃隊は暗闇の中を帰ってこなければならない。原は決断した。白母攻撃。選び抜かれた精鋭だけで編成する夕暮れの攻撃隊。ゼロ戦の護衛はつけない。夜間飛行用の誘導装置を持たないゼロ戦では、暗くなったら帰れないからだ。何もしないよりはマシ。原はその賭けに出た。ここに編隊を組んで飛ぶ99式艦爆の写真がある。この写真にも AI で色をつけてみる。午後4時、航空参謀が最終ブリーフィングを行った。敵空母は2つの任務部隊に分かれ、西方330マイルと360マイルにいると推定された。パイロットたちには277度の深度で280マイル飛べと指示された。午後4時15分、白母攻撃隊が発進した。総勢27機、艦爆12機と艦砲15機。全員が経験豊かな搭乗員だった。指揮を執るのは商核の高橋角一少佐。商核艦爆隊は高橋自ら6機を率い、髄核艦爆隊はエマ保注意が6機を率いた。艦砲隊は商核の市原達夫中尉が6機、髄核の島崎少佐直属部隊が9機。5分後、攻撃隊は編隊を組んで西へ向かった。しかし、索敵砲の位置は間違っていた。日本軍が米空母の主力と考えたのは、クレース少将の支援部隊だった。空母を一隻も持たない巡洋艦と駆逐艦の部隊だ。実際の米空母は日本の空母からわずか190マイルの位置にいた。白母攻撃隊はあさっての方向に飛んでいったのだ。ここに編隊飛行する F4F ワイルドキャットの写真がある。 AI で色を入れてみる。白母攻撃隊は米空母を見つけられず引き返した。だが帰路に悲劇が待っていた。髄核の
97式艦攻9機が偵察線を形成して飛んでいた。島崎少佐の部下、島崎飛行隊長直属の艦攻部隊だ。午後6時、彼らはまだ米空母から100マイル東にいた。戦闘態勢ではなかった。雨とスコールの中、コックピットの風防を閉め、後部の 7.7 ミリ機銃は収納されていた。そこへレキシントンのレーダーが彼らを捉えた。午後5時47分、距離48マイル。低空を高速で接近する航空機の編隊 VF2 のラムゼー中尉に迎撃命令が下った。ダムゼーの4機の F4F は厚い雲の中を突き進んだ。夕暮れの薄暗い空。30マイルの地点でダムゼーは眼下に9機の編隊を見つけた。先頭に5機の V 字編隊、後方に2機ずつの編隊が2つ。ダムゼーはゼロ戦だと思い込んだ。高度5000フィートから急降下し、後方の2機編隊に襲いかかった。700ヤードの距離から射撃を開始した。弾丸は即座に命中した。日本機は炎上し、暗い海に向かって落ちていった。ダムゼーの標的はゼロ戦ではなかった。97式艦攻だった。無防備の雷撃機を奇襲したのだ。ここに戦場の空を写した写真がある。この写真にも AI で色をつけてみる。ダムゼーの奇襲は壊滅的だった。3機が撃墜され、1機が損傷した。随閣の艦攻隊長、坪田義明中尉が戦死した。分隊長の村上義人中尉も帰らなかった。彼らと共に15名のパイロットと搭乗員が命を落とした。全員が五光線の精鋭だった。午後6時3分、生き残った搭乗員が随閣に打電した。敵戦闘機が攻撃隊を完全に撃滅したと。一方、ダムゼーもまた代償を払った。VF2 のベイカー中尉が帰らなかった。1929年に入隊し、水兵から叩き上げたパイロットだった。日本機と衝突したか被弾したかはわからない。ベイカーには海軍十字章が追贈された。この白母攻撃で五光線は精鋭搭乗員を大量に失った。翌日の本戦を前に貴重な戦力がすでにそがれていたのだ。しかもエマ貨物中尉ら帰還した搭乗員たちは7時間以上の飛行で疲労困憊だった。着艦時に機体が破損した者もいた。翌朝、彼らは再び出撃しなければならない。ここに甲板上に整列した搭乗員たちの写真がある。 AI で80年前の姿を蘇らせてみる。紺色の軍服を着た搭乗員たちが飛行甲板の上に並んでいる。指揮官が前に立ち作戦説明を行っている。5月8日早朝、前夜の白母攻撃から帰還した搭乗員たちはほとんど眠れなかった。エマ貨物中尉は7時間以上の飛行を終えたばかりだった。着艦時に機体が破損した者もいた。坪田義明中尉たち仲間の戦死をまだ消化しきれていない。それでもこの日こそが本番だった。世界初の正規空母同士の全面決戦。日本側は翔鶴と随閣の2隻、米側はレキシントンとヨークタウンの2隻。空母が空母を艦載機だけで攻撃する。人類がまだ経験したことのない戦いが始まろうとしていた。ここに魚雷を抱えた97式艦砲が発艦する瞬間の写真がある。 AI で色を入れてみる。97式艦上攻撃機。3人乗りの大型機で腹の下に800キロの魚雷を1本抱えている。海面スレスレの高度を飛び、敵艦に肉薄して魚雷を投下する。対空砲火の中をまっすぐに飛ばなければならない。最も危険な任務だ。前夜の白母攻撃で、随閣の艦攻隊はすでに大きな損害を受けていた。坪田義明中尉たち精鋭が失われた穴はまだ埋まっていない。それでも残された搭乗員たちは命がけで敵空母に向かった。ここに2隻の米空母が並んで写った写真がある。この写真にも AI で色をつけてみる。レキシントンとヨークタウンの飛行甲板にも攻撃隊が並んでいた。フィッチ少将は航空作戦を指揮し、全力攻撃を命じた。米側の航空戦力は戦闘機36機、9個を
火爆撃機70機、雷撃機22機、合計128機だった。史上初めて2つの空母航空団が対抗する敵の空母を目標に全力出撃する。双方の攻撃隊がすれ違うようにして敵艦隊へ向かった。誰も結果を予測できなかった。世界初の空母対空母の全面戦闘が始まった。ここに空襲を受けるレキシントンの写真がある。 AI で色を入れてみる。日本軍の攻撃隊がついにレキシントンを捉えた。艦爆隊と艦砲隊が上下から挟み撃ちにした。艦爆隊が上空から急降下し、艦砲隊が海面スレスレから魚雷を放つ。レキシントンは巨大な艦隊を旋回させて回避を試みた。だが排水量36,000トンの巨体では機敏な動きができない。左舷に魚雷2本が命中、さらに爆弾2発が飛行甲板を貫いた。一方、ヨークタウンにも爆弾1発が命中し中破した。ここに爆撃を受ける小核の写真がある。この写真にも AI で色をつけてみる。巨大な水柱が小核の横に立ち上っている。同じ頃、米軍の攻撃隊も日本の空母を捉えていた。だが髄核はちょうどスコールの中に入っていた。厚い雲に隠れた髄核を米軍のパイロットは見つけられなかった。結果、攻撃は小核に集中した。SBD ドーントレスが次々と急降下し、爆弾3発が命中した。飛行甲板は大きく損壊し、発着艦が不可能になった。小核の乗組員は必死の消火活動を行った。機関は健在だった。小核は沈まなかった。しかし、もはや戦闘能力を失っていた。ここに被弾した小核の損傷を記録した写真がある。 AI で色を入れてみる。飛行甲板は大きく損壊していた。爆弾3発の被害は深刻だった。108名が戦死し、40名が負傷した。小核は自力航行が可能だったため、トラック白地への帰還が命じられた。しかし、修理には数ヶ月を要することが分かった。つまり、小核はミッドウェー海戦に参加できない。この事実が1ヶ月後の太平洋の運命を変えることになる。ここに上空から撮影された小核の写真がある。この写真にも AI で色をつけてみる。爆弾の水柱に囲まれた小核。急行火爆撃機のパイロットの視点だ。この高度から見ると空母がいかに小さな標的であるかがわかる。太平洋の広大な海面に浮かぶ一本の灰色の帯。そこに向かって急角度で突入していく。この一枚が珊瑚海海戦の激しさを物語っている。ここに被弾したレキシントンの砲座を撮影した写真がある。 AI で色を入れてみる。砲座は歪み、鉄板がめくれ上がっている。レキシントンは魚雷2本と爆弾2発を受けていた。だが当初は致命傷に見えなかった。損害管制班が火災を鎮圧し、航空機の発着艦も再開された。速力も回復し、25ノットで航行を続けた。レキシントンは生き残ったかに見えた。乗組員たちは安堵した。しかし彼らの足元で見えない危険が広がっていた。魚雷で損傷した航空燃料タンクからガソリンの蒸気が漏れ出していたのだ。密閉された艦内の通路に気化したガスが少しずつ溜まっていく。それはいつ爆発してもおかしくない状態だった。ここにレキシントン艦上で起きた大爆発の写真がある。この写真にも AI で色をつけてみる。巨大な炎と黒煙が甲板から空に向かって吹き上がっている。攻撃から約1時間後の正午過ぎ、突然艦内で巨大な爆発が起きた。溜まっていたガソリン蒸気に何かが引火したのだ。衝撃で乗組員が吹き飛ばされた。損害管制班は直ちに消火に当たった。だが爆発は一度では終わらなかった。ここにレキシントン中央部の爆発を捉えた写真がある。 AI で
色を入れてみる。艦の中央部から火柱が立ち上っている。次々と内部爆発が起きた。消火ホースが破裂し、水圧が失われた。火災は格納庫から格納庫へと広がり、手がつけられなくなった。弾薬庫への延焼を防ぐための注水も始まったが、間に合わなかった。もはや消火は不可能だった。レディレックスの命は尽きようとしていた。ここにレキシントンの艦長の写真がある。この写真にも AI で色をつけてみる。フレデリック・シャーマン大佐。レキシントンの艦長としてこの艦と共に戦った男だ。午後5時、シャーマンは決断を下した。退艦命令。全乗組員に艦を離れるよう命じた。しかしシャーマン自身は動かなかった。最後の一人が艦を離れるまで自分は残る。それが艦長の務めだった。乗組員たちが次々と海に飛び込む中、シャーマンは艦橋に残った。すべての乗組員が退艦したのを確認してから最後に艦を離れた。ここに海上で救助される乗組員たちの写真がある。 AI で色を入れてみる。ロープにしがみつき引き上げられる水兵たち。海面は油で覆われ、炎上するレキシントンの熱が水面に伝わっていた。護衛の駆逐艦や巡洋艦が周囲に集まり、必死の救助作業が行われた。2770名のうち大部分が救助された。しかし216名が命を落とした。彼らの多くは艦内の爆発で命を奪われた乗組員だった。ここに対艦作業中のレキシントンの写真がある。この写真にも AI で色をつけてみる。乗組員たちが次々と海に降りていく。ロープを伝って降りる者、飛び込む者。20年以上にわたって米海軍の空母航空を支えてきたレディレックス。その最後の姿を乗組員たちは海の上から見つめた。ここに炎上しながら沈んでいくレキシントンの写真がある。 AI で最後の姿を蘇らせてみる。黒煙が空を覆い、艦隊がゆっくりと傾いていく。全乗組員の退艦が確認された後、最後の処分が行われた。護衛の駆逐艦フェルプスが魚雷5本を発射した。味方の魚雷で自沈処分。レディレックスはサンゴ海の底に沈んでいった。大東亜戦争で失われた最初の米正規空母。1920年代から太平洋をかけたこの艦はもう二度と海面に姿を見せなかった。ここに小角の甲板で着艦に失敗した97式艦砲の写真がある。この写真に AI で色を入れてみる。機体が飛行甲板の端に引っかかっている。攻撃を終えて帰還した搭乗員たちを待っていたのは大破した母艦だった。小角は飛行甲板が使えない。帰還する攻撃隊は髄角に着艦するしかなかった。だが髄角の甲板は時間の機体で混雑していた。疲労困憊の搭乗員たちが損傷した機体で着艦を試みた。着艦に失敗する機体もあった。前夜の白母攻撃と合わせ、五光戦は多くの精鋭を失った。高橋角一少佐と島崎重和少佐の下で戦った搭乗員たち。その中には二度とコックピットに戻れなかった者も少なくなかった。ここにフレッチャー少将のもう一枚の写真がある。この写真にも AI で色をつけてみる。フレッチャーはレキシントンの喪失を受けて撤退を決断した。残る空母はヨークタウン一隻だけ。ヨークタウンも爆弾一発を受けて中破している。これ以上の戦闘は残された唯一の空母を失うリスクがあった。フレッチャーは南方へ退いた。米軍にとっても痛い結果だった。だが一つだけ達成したことがあった。日本軍のポートモレスビー攻略を阻止したのだ。ここに井上重義中将のもう一枚の写真がある。 AI で色をつけてみる。ラバウルの司令部で戦況を見守っていた井上中将も決断を下した。MO 作戦の中止だ。
蕭鶴は大破して帰途に着いた。搭乗員の損耗は激しく、これ以上の攻撃は困難だった。ポートモレスビー攻略船団は引き返した。日本海軍はレキシントンを沈め、ヨークタウンを中破させた。艦の損害だけを見れば日本の勝利だった。しかし作戦目標は達成できなかった。ポートモレスビーは攻略できなかった。開戦以来連戦連勝を重ねてきた日本軍が初めて作戦を中止に追い込まれた瞬間だった。ここに真珠湾でドック入りしたヨークタウンの写真がある。この写真にも AI で色を入れてみる。巨大なドックの中にヨークタウンが横たわっている。珊瑚海大戦で中破したヨークタウンは5月27日に真珠湾に帰投した。通常なら3ヶ月はかかる修理。だがニミッツ提督は72時間で修理を完了させるよう命じた。ミッドウェー海戦が目前に迫っていたのだ。1400名の作業員が24時間体制で突貫工事を行った。5月30日、ヨークタウンはドックを出た。完全ではなかったが、戦える状態だった。日本軍はヨークタウンが修理不能だと信じていた。この誤算がミッドウェーでの敗北につながっていく。珊瑚海海戦の最大の影響は1ヶ月後に現れた。蕭鶴は大破して修理中。随鶴は艦自体は無傷だったが、搭乗員の損耗が激しかった。白母攻撃で失った坪田義明中尉、村上義人中尉たち精鋭の穴は埋まらなかった。5月8日の本戦でも多くの搭乗員が帰らなかった。補充のパイロットはすぐには見つからない。その結果、第5航空戦隊はミッドウェー海戦に参加できなかった。日本海軍は赤城、加賀、宗龍、飛龍の4空母だけでミッドウェーに向かった。もし蕭鶴と随鶴がミッドウェーにいたら6空母対3空母の戦いになっていた。歴史は変わっていたかもしれない。珊瑚海海戦は日本海軍にとって最初のつざぶきだった。そしてそのつざばずきがミッドウェーの大敗につながっていく。珊瑚海で失われたもの、それは艦ではなく人だった。珊瑚海海戦は多くの初めてが詰まったうまい戦だった。世界で初めて空母機動部隊同士が正面から激突した。初めて敵艦を視界に入れずに戦った。そして日本海軍にとって初めて南方進出が阻止された。蕭鶴と随鶴の第5航空戦隊、蕭鶴飛行隊長の高橋角一少佐と随鶴飛行隊長の島崎重勝少佐、随鶴艦爆隊長の江間保中尉、白母攻撃で散った随鶴艦航隊長の坪田義明中尉と村上義人中尉、軽空母商砲と飛行長の野富健次郎中尉、そしてシャーマン艦長と共に最後まで戦ったレキシントンの216名、さらに日本機に立ち向かい命を落としたベイカー中尉、この海戦で犠牲になったすべての人々に敬意を表したい。あの日、珊瑚海の上空を飛んだ搭乗員たちは歴史の教科書の文字ではない生きた人間だった。家族がいた。帰りたい場所があった。この動画では戦争の記憶を風化させないために当時の白黒写真を AI でタラーに復元してお伝えしています。 AI 読み上げによる音声でお聞き苦しい点があれば申し訳ありません。読み間違いや事実の誤りがあればコメント欄で教えてください。もしこの動画が気に入っていただけたらチャンネル登録をお願いします。これからも当時の写真を1枚ずつカラーに復元してお届けします。最後に一つ聞かせてください。珊瑚海海戦についてあなたはどう思いましたか？コメント欄で教えてください。